空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は4月24日の木曜日。だいぶ暖かくなりまして、はい、今日はですね、3週間前に豚バラ肉を塩漬けしたわけでございますが、はい、それをですね今日は塩抜きをしてですね、水分を抜いていよいよ燻製をやっていこうと思います。はい、で一つはね、温燻と言われてる、レンジで火をかけて、ウッドチップをいぶして、はい、作る方法が一つと、それともう一つはこちらスモークボックスで冷燻という、燻製の形でですね、はい、これはですね、ウッド、はい、こちらですね、スモーク用ウッドっていうんですかね、はい、こちらに、火をつけると、お線香みたいにじわじわじわっと燃えていく形で、5時間ぐらいって言ったかな、1回で。はい、長時間、はい、しかもですね、3日間かけて、やっていこうかなと思います。はい、で時間かけて、燻製していくという冷燻の方法と、2通りをチャレンジしていこうかなと思っております。はい、ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、ということで、こちらね、豚バラ肉、3週間、塩漬けしたものを、いよいよ、塩抜きをしていきたいと思います。はい、それでは、出していきたいと思います。こちらは塩とあと香辛料をね、すり込みまして、3週間、はい、寝かしまして、こちらをね、落としていきたいと思います。でこの香辛料をね、この時点で落としとかないと、雑味になるらしいので、はい、きれいに、塩と香辛料を洗い流していきます。はい、それではね、洗いました豚バラを水分を取っていきます。キッチンペーパーでね、はい、水分を抜いていきます。はい、それではね、キッチンペーパーで、水分を取りましたので、
はい、それではね、こちらね、ピチッとシートという、浸透圧の脱水シートだそうでございます。こちらで、さらに水分を、取っていこうと思います。こう置いて、こう置いて、こう置いて、よいしょ。はい、こちらね、2本目も、ピチッとシートにくるんでいきたいと思います。はい、それでね、サランラップで、さらにくるみまして、よいしょ。はい、ということで、ピチッとシートプラスさらにサランラップを、巻いてですね、こちらで、水抜き塩抜きを、して、またさらに、1日、冷蔵庫で、水抜きしたいと思います。はい、それでは明日。はい、それではですね、1日、水抜き塩抜きをしたベーコン、はい、こちらを出していきたいと思います。よいしょ。はい、それではまず水抜きができているのでしょうか。だいぶ抜けてるような感じしますね。ああ、確かに。すごいですね、これね。なんかビニールとビニールの内側に水が浸透してます。すごいね、これね。ピチッとさん。はい、それではね、まずね、半分オークン用の、豚バラを入りませんのでね、これで味見した方がいいですかな。ちょっと塩気がどのぐらいなのかをもう一回ね、ちゃんと確認するために塩味を見たいと思います。はい、それではちょっと味見をしていきたいと思います。
ょっぱいかな、ちょっとな。でもまあこんなもんでしょう。はい、それではね、ウッドチップ、こちらをね、使ってスモークしていきます。で、それの器をこのアルミホイルで、じゃちゃっと作っちゃいたいと思います。こんな感じでね、形を作りまして、ここにウッドチップを入れていきます。ここにね、ザラメを入れるといいらしいので、これザラメ入れていきます。よし。ザラメを入れるとツヤが出るらしいです。はい。ということで、はい、それではね、この鍋に、これちなみに100均で買って鍋、100均で買った網、でございます。ここに置いて、それとなんだ、油受けってな。油受けを置いて、そして、火にかけていきます。で、このボウルでね、蓋をして、そしてまず、強火で煙が出るまで強火でやります。で、煙が出てから30分だそうです。はい、やはりね、カセットコンロじゃないと、一般的な、コンロだと空だき安全装置が働いてしまうんで、はい、こちらカセットコンロでもう一度チャレンジしたいと思います。はい、どうやら煙が出てきたようでございます。そうしましたら、中火で、ここから30分蒸したいと思います。はい、途中経過ね、まだ、3分ぐらい、こんな感じ。煙い。はい、それでは30分経ちましたんで、見てみたいと思います。じゃあさあどうなってるんでしょうか。じゃーん。うわおうわお、すごいことになってます。すごいことになってます。こんな感じ、出来上がり。
はい、じゃあね、中身がどうなってるのか見たいと思います。すごい煙い。いい匂い。これね、こんだけゆで汁、煮汁、炙り汁が出てきますんでね。はい、こんな感じで。わわわわ。熱々、熱々、ちょっと置いとこう。そして鍋が変形しました。はい、それではできましたんで、こちらね、ベーコンを切っていきたいと思います。うまそう。うまそう。じゃあこれをね使ってね、定番のなんだっけ、サニーエッグじゃなくて、作っていきたいと思います。はい、それではね、まずベーコン。もう1枚ぐらい贅沢に。そして卵を。はい、それでは出来上がり。よいしょ。ベーコンエッグ。ベーコンエッグの出来上がりでね、私の場合はね、ここにね、マヨネーズちょこっと、そしてそこにソイソース、醤油ちょこっと。はい、これで出来上がり。はい、ということで、ベーコンエッグ出来上がりましたんで、食べていきたいと思います。こちらがベーコン、そしてはい、こちらが蒸したて、燻製したばっかりのベーコンとなっております。よいしょ。それでは食べていきたいと思います。はい、こちらが出来たての、燻製ベーコン。はい、こちらが出来たての、燻製ベーコンを使ったベーコンエッグとなります。それではいただきます。ベーコンを使ったベーコンエッグとなります。それではいただきます。
まずねベーコンからね。うまいはずですよね。マジでうまい。卵と合うんだなこれが。これ半熟ね。合うんだなベーコンと。なんで合うんだろう卵と。超うまい。はい、ということでね、今回は、3週間塩漬けしたベーコン、これを、温燻ベーコンという、短時間30分で、ウッドチップを使って燻製をやってみました。はい。でね、次回、今度は冷燻ベーコンというのを、やっていきますので、これはですね、3日間また、この前作った、燻製ボックスというのを使って3日間ゆっくりと、燻製していきます。はい。ですのでちょっと時間がかかりますのでね、はい、次回となります。はい。ということで今日は温燻ベーコン、温燻製ベーコンで、ベーコンエッグを食べました。ということで以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンケツ。